どうも、毎日20時に讃岐うどんの動画を上げているヤクタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画で105店舗目の紹介となります。ということで今日は香川県の讃岐市にあるたまりさんといったところに向かっていっております。それではここから基本的な店舗情報の方を説明していきます。食べログの点数が 3.42、Google の点数が 4.1 点となっております。そして営業時間ですが10時から16時まで、定休日はなんと年中無休となっています。そしておすすめのうどんなんですけど、肉うどんです。太めのもっちりとした田舎風の麺がかなり特徴的です。こちら女性がオーナーのお店で、醤油蔵を改装した蔵の雰囲気満点のお店です。ということで到着しました。さあ、それでは今回紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。醤油蔵をリノベーションしただけあってかなり落ち着いた和風チックな作りです。肉うどんの小でおすすめの肉うどんにしました。スパムおにぎりを発見しました。ご飯に青のりが散りばめられていて、これ絶対食いすぎだなって思ったんですけど取っちゃいました。はい。小なのに肉もうどんも量がすごく多いです。ネギ、天かすはセルフで入れるスタイルなんですけど、こちらのテーブル左の方に袋詰めされたうどんがありますよね。このうどん、香川のうどん屋さんでは時々あるんですけど、茹でてから時間の経った劣化したうどんになるんですよね。劣化したうどんはお客さんに出せる味ではないっていう判断で、こちらのお店では30分経ったうどんは無料で持ち帰りとして提供してくれるんです。せっかくなので僕もいただいて帰ります。晩ご飯はうどんですね。そして店内はこんな感じになってます。かなり落ち着いた雰囲気。それではいただきます。こちら麺なんですけど、伊勢うどんを彷彿とさせるような極太の麺です。食べるとプニッともちっとした食感ですごく特徴的な麺でした。だしは昆布、いりこ、かつおのさっぱりとしただしに肉うどんの肉の甘めの味が浸透して旨味が倍増されています。
薄切りの牛肉はまず量がとても多いですよね。甘辛く煮込まれていて、刻みネギと一緒に食べるとすごく合うんですよ。スパムおにぎりは少しそれ自身の味は薄めでした。肉うどんの出汁と一緒に食べてちょうどいい感じかなって思います。もしこの動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。あと知人にうどん好きの方がおられましたら、ぜひこの動画のことを知らせていただけると本当に助かりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとコメントですね。いつもコメントいただける方々、どうもありがとうございます。いつも楽しみにしてます。本当にどんなことでもいいのでコメントの方書いてくれると僕が喜びますので、ぜひよろしくお願いします。うどん情報をこのコメント欄でお互い共有できるような場所になればすごくいいなって思っているので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後の一口いただきます。こちらは歴史を感じる元醤油蔵だった建物。天井がとっても高くて開放感があります。雰囲気がとっても良かったです。うどんの麺も他店とは一味違う食感だったので、ぜひ皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うどんいただきます。上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さっていう立ち上がりの線路。